も皆さん、森のニーナです。突然ですが、皆さん首のシワケアやってますか？もしくはいろいろ試したんだけどなかなか結果が出なかった、そんな体験ありますか？実はね、私30過ぎたくらいかな、自分の動画見ててどうしたってくらい横シワがどんどん深くなってるのを見て、やばいとは思いつつなかなか改善策見つけられなくて諦めてたんです。そしたらある別のことを改善しようとしていたらなぜか首のシワまで改善したっていう方法があるので、今日の動画で実際に実践してみて首のシワが良くなったことだったり、予防で今私がやっている首のシワケア方法を紹介していきたいと思います。この動画は本当に得だと思います。それでは始めていきます。スタート。ただね、最初に言いたいのは1年半かかりました。それと生まれつきみんなシワ、特に横シワって持ってるんですよ。それが深くなる原因を自分が作ってるかどうかっていうところが鍵なんです。なので今日の動画でお伝えする内容としては、今我々が生まれ持ってる首のシワを浅くさせる方法と深くさせない方法、そしてスキンケアで予防できる方法っていうのをこの動画で紹介していきます。まず1つ目は、姿勢が悪くなりにくい体を作る。一番の原因って下向くことなんですよ。スマホ見たりとか、あとテレビ見てる時皆さんソファー座ってこうやって見てたりとかしません？あとは寝てる時枕が合ってなくてこうなっちゃってる。とは言っても皆さん自分で意識的に姿勢良くしてよって四六時中できますか？で、私はこれ不可能だと思ってて、なんでかってそこまでの体力がありますか？それはね、なかなか難しいと思うんですよね。だってそもそも姿勢悪くなっちゃう理由って楽だからじゃないですか。姿勢良くしてると上半身が疲れちゃうから結果的に姿勢悪くなっちゃう。でだったら姿勢が悪くなりにくい体を作っちゃえばいい。そんな体を作る方法はほぐすと筋トレ、体幹を鍛える。でこのね、体幹鍛えるって聞いただけで運動嫌いな方とか面倒くさがり、私もそうなんですけどな方はぶっちゃけ省いてもいい。まだでもこのほぐすね、これ簡単だからせめて最低でもこれだけやってほしいっていうのがあって、肩甲骨と鎖骨と首をほぐす。ほぐすってまたこれね、マッサージとかはめんどくさいって思うかもしれないんですけど、大丈夫です。マッサージじゃないです。ストレッチ。もう一個お得なお話、ほぐせれば何でもいい皆さんが自分で肩甲骨ほぐす方法って調べて一番合うな、これだったら簡単だなと思える方法でいいんです。だけど、この動画では私の体験談なので、私が普段やってることを紹介していきます。まず私がやっている肩甲骨をほぐす方法、例えばデスクワークとかスマホ見てる時とかテレビ見てる時でもいいんですけど、ただこのね、肩甲骨が刺激されてればいいんですよ。引き寄せる、これだけ、マジでこれだけ引き寄せる。めっちゃ簡単でしょ。これならもう絶対思いついた時にすぐできる。肩甲骨を動かすってことだけ考えればいいかも。ここがね、硬いから猫背になっちゃうんですよ。もうちょっと余裕がありそうだなと思ったら肩を回す。肩甲骨と首両方ほぐす方法、これね、これはね、毎日やってます。こうするとシワだけじゃなくて顔、首、肩周りのむくみも取れて首も長く見えてメリットがたくさんあります。で次のステップ、これでもまだ余裕があるなと思ったら、今後ろをほぐしたじゃないですか。今度は前、これね、よく小学校の時にやるこれ、後ろにこうやってばっかりいたので、今度は肩甲骨を前にも伸ばしてあげる。そうすると肩甲骨の内側から肩にかけてここもほぐれるんですよ。なのでより肩甲骨周りが全体的にほぐれます。もうちょっと余裕があるなって思ったら、今度はこれがもし全部できたら1年よりももうちょっと早く良くなるかも。鎖骨をほぐす、指を入れてください。こんな風にお見せするとこんな感じ、結構がっつり入れちゃってください。人差し指、中指、薬指、3本の指を入れたらこうやって肩回すんです。で次に電車の中とかで私はよくやってるんですけど、シンプルに上を向く。ちょっと顎を引いて
ちいいし首も伸びるんですよ。私これストレートネックでね、首をどうしてもちょっとでも伸ばしたくてこれをずっとやってたんですけど、そしたらね首のシワまで良くなったの。上向く時はただこうじゃなくてちょっと顎引いて、これもねストレートネックを直したい時にこれやってたんですよ。だから上半身とか肩こりとかこの辺の問題を改善することが首のシワ改善にもつながるんです。だから首のシワってもう筋肉なんです。一番改善する方法は広頚筋の衰えが原因って言われてるんですけど、私的に広頚筋の衰えって聞いたら鍛えちゃうと思うんですけど、皆さん鍛えない方がいいと思います。いろいろ調べると意見がみんな違うんですよ。鍛えた方がいいとか鍛えちゃいけないとか。で、私は鍛えちゃいけないに1票と思ってて、広頚筋ってねこうやっていいってやるとこで出るんだけど、どうこの姿張ってる感じよくなくない？で、なんとなく私はこれやってるとなんかこの筋とか見えちゃうのが癖になりそうと思ったので、広頚筋を鍛えるっていうよりもこれ次の方法です。栄養を届けるために血流を促すっていうのでマッサージです。ごめんなさいね、1つ目はストレッチ簡単な方法ばっかだったんですけど、マッサージでもこのマッサージも簡単です。皆さん胸鎖乳突筋って聞いたことありますか？石原さとみさんが胸鎖乳突筋をすごい鍛えてるっていうお話だったと思うんですけど、余裕がある方は私の前の動画の胸鎖の乳突筋を鍛える方法、これをやってみてもいいと思います。今回は首のシワなので広頚筋をほぐすっていう意味で、ここね、筋肉って使わないと縮まっちゃうんですよ。だから首も短くなっちゃうし、首が短くなるとどうなるかって大体想像つくじゃないですか。そうなんですよ、皮が余ってたるんだりとかシワになるんですよ。なので、さっきの方法ね、筋肉をなるべくほぐしてあげたりとかちょっと動かしてあげたりとか、これもね効果的ですよ。あとは栄養がちゃんとここまで行き渡るようにほぐす。で、直接首をマッサージするんじゃなくて、この付け根ね、首は皮膚が目元と一緒で薄いので、私はあんまり保湿剤を塗っててもあんまりマッサージしないようにしてます。はい、項目1と項目2のストレッチとマッサージ、この2つは1日思いついたら何度でもやってください1日何回とかね、他の動画とか美容記事とかでは書いてあると思うんですけど、実際に私は1日思いついた時に何度もやってたので、それでもし皆さんがもみ返しだったりとか、なんか体がより疲れちゃったな、なんか筋肉が疲れて縮こまっちゃってるなと思ったら頻度を減らしてください。3つ目がシワが形状記憶してしまう習慣を排除する。さっき言った寝てる時の姿勢とかですね。私はこれを改善させるために抱き枕を買いました。ぬいぐるみとかでもいいと思います。何でもいい。皆さんが首に挟んだまま寝れるもの、自分に合うものを使ってください。私が使ってる抱き枕はこちらです。こういう感じで全身、足も手もこうやって抱いたままで入れるから、首に入り込んだまま朝を迎えられます。ただ問題点は洗えないので、そろそろ洗わなきゃなーってなったら手洗いで中のクッションごと使うか買い替えるかですね。中身がただの綿なんですよ。こういうこのねコットン取ったら中に戻すなんて相当無理です。一応概要欄に貼っておきます。次はスマホを見るとき、皆さんどうやってスマホ見てますか？こうかな？これ自分が思ってる以上にシワついてます。例えばここにそこまで肉がなかったら、この姿勢がそんなに首のシワに影響してない気になってるかもしれないけど、そんなことない。ちゃんと刻まれてる首のシワできたくないんだったら絶対ダメ。じゃあどうやってるかって言ったら、私前までこうやって見るようにしてたんですよ。例えば電車乗ってたらこうとかね。でもね続かなかった。手が疲れる。なので今私がやってるのは、頭はこのまま、目だけ。めちゃくちゃ単純な話かもしれないけど、私はこれが一番続きました。そんな大変じゃない。手も上げたりしなくていいんで、こうやってると手がねあんまり下がらないので、私はこんな感じで手をサポートして、あとは目だけ見下ろす感じ。はい、続いてスキンケア。スキンケアはこれねめちゃくちゃシンプルな話で保湿の塗り直しで、私首の保湿に関してはアイクリームと一緒に1日何度も行ってます。例えばハンドクリームを日中塗るとします。塗ったら首にも塗っちゃうんです。この時こすらないでくださいね。
こうやって当てるんです。でこの流れでちょっともうちょっと欲しいなっていう気分になったら塗る。ちょっと今こすっちゃってたね。人の攻めじゃなくて2回目だったらもうすでに滑りが良くなってるので、シワに沿ってなじませてもいいと思います。でちなみに首のスキンケアの塗る方法っていうのも大事で、下にやっちゃダメなんですよ。例えばこれ私が使ってる乳液なんですけど、中央は上に、サイドは横に向かってこうやってシワに沿って塗るんです。これが正しい首の塗り方です。保湿の塗り直しと塗り方についてお話ししたんですけど、続いて首に塗るスキンケアアイテム選びです。2つあって、1つはアイクリームを仕上げに塗ってほしいんですよ。目元と首って同じぐらい皮膚が薄いので、アイクリームの保湿アイテムが首の保湿にもかなり大きな手助けになります。っていうのと、美白アイテムを塗ってほしいんですよ。これは白くするためっていうよりも、日々紫外線を浴びた時にコラーゲンとエラスチンが破壊されてしまうのをなるべく遅らせるために美白アイテムを使います。そう美白アイテムって紫外線を浴びたダメージを修復する効果もあるので、ただ白くするためじゃなくてシワ予防だったりたるみ予防、皮膚の張りを保つためにすごく重要なアイテムなので、ぜひね美白アイテム首にも使ってください。あとはレチノール。横シワとかはストレッチとかマッサージとかで結構良くなると思うんですけど、縦シワってもう完全なる加齢が原因なんですよ。となると一番効果のある成分っていうのがレチノールで、レチノールの中でも特にシワ改善に効果があるのがレチナール。レチノールのもう何倍も効果があるので、レチナールというスキンケアアイテムを選んでください。ただ首元って意外に敏感なんですよ。なので私が使ってるドクターディファレントはアイ&ネック用のレチノールがあるので、普通のレチノールだと荒れちゃうとか赤み出ちゃう、かゆみが出ちゃうっていう方はそちらを試してみてください。レチノールでもし荒れちゃった場合に、私はこのシカメタルクリーム、これを、塗った後に使うようにしてます。なるべくね A 反応を抑えたいっていう人は鎮静効果の高いものと併用するのがおすすめです。日焼け止めはとにかく伸びの良い日焼け止めを塗るのがおすすめです。ただジェルだと日焼け止め防止効果が私は弱いものが多いなと思っているので、このねセンテラのヒアルロン酸シカウォーターフィット酸セラムっていう SPF50PA4 プラスのものを使ってます。めっちゃおすすめです。とにかくシワだとか美白に特化した日焼け止めを選ぶのが首のシワたるみ改善にはいいと思います。まとめると、ストレッチとマッサージ、シワを形状記憶させる習慣を排除する、そして首のシワ改善ができるスキンケア方法や使い方を実践する。これを全てやってくださいはい、いかがだったでしょうか。今日は首のシワを改善する方法を紹介させていただきました。やっぱシワって手強い、その上首なんで多分一番難しい、美容医療でなんとかなるってものでもないんですよ。例えばヒアルロン酸を溝に入れるとかでもいいと思うんですけど、絶対に長く持つわけじゃないし、お金もかかるし、それを一生続けるって、捨てるほどのねお金があるんだったらいいかもしれない。だけど美容医療でなんとかなるって難しいと思う。自力でできることって意外にあるんで、ぜひねこの動画実践してみてほしいと思います。よかったらね皆さんの首のシワケア方法で改善したことだったり、これ以外でなんか首の悩みとかもしあったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。